ようこそ皆さん、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は異変ではなく長期にわたる頭脳と力による第二次月面戦争のストーリーを忙しい人のために解説していきますよ。第二次月面戦争というと漫画、東方暴月賞のストーリーだよな。東方の刺客たちが月の使者のリーダーにしてトップクラスの実力を持つ綿月姉妹との駆け引きを描いたストーリーだぜ。一体どんなストーリーなのか楽しみにしててください。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくださいね。また、高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるのでお願いするぜ。では皆さん、授業開始ですよ。それでは東方暴月賞とはどんな漫画なのか紹介しますね。東方暴月賞は東方プロジェクト第8弾東方栄夜賞の続きのストーリーを題材にした公式作品で、漫画小説4コマ漫画の3つの作品から構成されていて、3作品とも形は違うのですが全て天才のズンさんが関わっています。メインタイトルはいずれの作品も東方暴月賞ですが、サブタイトルは作品ごとに異なっていて、漫画はサイレントシナーインブルー、小説はケイジインルーナキックラナゲート、4コマ漫画は月の稲葉と地上の稲葉となっています。なるほど、暴月賞は栄夜賞の続きのストーリーなのか。東方栄夜賞のキャラはかなり個性的で、全員トップクラスに人気のキャラばかりだよな。東方外来異変のズンさんのインタビューによると、名前通り暴月賞は栄夜賞のアンサーとのことなんですよ。タイトルの文字も対応していて、儚いと永遠は反対方向、夜と月夜は同じ方向性みたいにとのこと。おお、そんな情報があったのか。さすがはレ夢ム部長だぜ。この作品は他の東方作品とは違い、一つの異変発生から解決といった1日で終わるものではなく、長期にかけて各キャラクターの行動を追ったものであるため、書かれている期間が非常に長くなっていますね。物語の中で数ヶ月単位で時間が飛ぶことも珍しくなく、途中で風神録の出来事も起こっていることが確認されますので、かな子たちと出会ってすぐのことだと思われます。ちなみに、東方悲壮展での会話より悲壮展の事件までには終了していることが伺えますね。また光林堂の後半とのつながりもあるよな。そう思うと、書籍とゲームでここまでうまく話をつなげることができるなんてやっぱり神主ズンさんは天才だぜ。作画は秋枝先生、原作はズンさんとなっています。秋枝先生は、恋愛漫画や青春漫画を得意なジャンルとしていて、東方サークルとしても有名なんだぜ。さて、それでは東方暴月賞のストーリーを解説しますね。まずはじめに出てくるのは幻想郷の賢者の八雲ゆかりです。いきなり湖から窓ハンドのように手が出てきて何事かと思ったよ。いや例えでしょ。ゆかりはせっかく巫女なんだから、将来に備えて神様の力を借りる能力を持っておきなさいと、神様の力を借りる方法についてレ夢ムに稽古をつけ始めたのです。最近ゆかりの様子がおかしいので、何か企んでいるのではないかとレ夢ムは心配していました。実はここは東方光林堂の後半でも語られていて、逆に騙されて企みを暴こうとするんだぜ。珍しくレ夢ムは近く起こるであろう面倒ことに備えて、一人でも修行をし続けることにしていました。さすがのマリサもびっくりしていたよな。またマリサも神おろしの力なんてすごいと私も巫女になろうかなと言ってますね。そして大変美男子だと言われる大国主の巫女との力を借りるのはどうだろうかなどと考えていたところに。というか、レ夢ムもちゃんとそういう乙女な部分あったんだな。失礼ですね。レイさんの部屋は茶を全号揃ってるんですから。いや茶は幻想郷入りしてません。そんなことを考えていたら、一匹の妖怪ウサギがふらふらとレ夢ムの近くに現れ、倒れ込んだのです。その頃永遠亭では毎月満月の日に、薬草の入った餅を月捧げる霊月祭が行われていました。これは月の都から逃げ続けていた家具や、霊林、霊仙たちが自らの罪を償うために行っている行事なのですが、餅をつくウサギたちは本来の目的とは違う、大黒様に感謝する歌を歌いながらついていたので、霊仙は何この歌と疑問に思い、地上のウサギのリーダーを務めている稲葉亭に問いました。亭外鬼美男子の大黒様のための歌とのことだよな。そして霊夢のところに話を戻して、いきなり倒れ込み、念のためと地上のウサギに化けた月のウサギをレ夢ムは看病してあげていました。おお、レ夢ム優しいところあるじゃん。ちなみにレ夢ムは地上のウサギだと思っているんだぜ。そしてレ夢ムが疲れて寝たところで、その月のウサギを呼ぶ謎の声が聞こえてくるのです。読んだ時の内容は、の罰を受け負い続ける玉とよ。ちなみに、このバツバツとは月の民にしか発音できないらしくてそれを表現したのがバツバツなんだ。なぜ地上にこのバツバツの名前を知っている者がいるのかと疑問に思いその月のウサギ、玉とは後を追うのです。ちなみにその頃月では不穏な噂が飛び交っていたようだぞ。その月のウサギを呼んだのは元月の賢者で今は地上でかぐや姫と暮らす矢心栄林です。
その時新しい勢力が生まれて月を支配しようとしている、新勢力により人間が表の月に刺した旗が抜かれた、等の噂が月のウサギたちを混乱させていたようです。本来月の都の人は表の月をいじることはできないので、その表の月の旗が抜かれたということは、増長した月の民同士の争い月面戦争が起こることを意味するのではないかとかぐやとエイリンは考えていました。月の民といえば、サグメや今は地上にいるけど玉との青蘭、リンゴがいるよな。そう、そしてその月のウサギは隠れさせてくれないかと提案しますが、エイリンはもう月には興味がないらしくその代わり渡月姉妹宛ての手紙を持たせて、逃亡の罪をなくさせることにしました。ちなみにここで、というのはジュンコとヘカーティアが恨んでいる女王だということがわかります。私最初この、だと思いましたよ。ここ編集するけどそんなエッチいわけないでしょ。実はジョーガは地上での名前のようだぜ。設定だけのキャラクターだから立ち絵はなく、この東方宝月賞でシルエットだけ出てくるんだ。月では不死の薬を飲んで幽閉された罪人の名前を冠する月面探査計画、ジョーガ計画に対する恐怖や、新しい勢力が月で革命を起こそうとしているなどの根拠のない噂で混乱の中にあったのです。玉とはジョーガの罪の肩代わりに餅をつくことに嫌気がさして月から逃げ出しました。そこで玉とが当てにしていたのが矢心エイリンの逆襲説で、革命のリーダーとされるエイリンを頼って地上に逃げてきたのです。外の世界よりも発展していて、最強クラスの実力を持つ奴らばかりの月でもまだエイリンは恐れられているって化け物すぎるぜ。エイリンは自分を悪役に仕立て、月の都を混乱させている者の正体を探りたかったのです。そして先ほども言った通り、エイリンは玉とをかくまうことはせず、羽衣を使って月に帰るように言うと、月の都を守るリーダーに渡すように一通りの封書を与えました。これを渡せば玉との逃亡罪は帳消しになることもできたのです。やっぱりエイリン天才すぎるぞ。その頃ゆかりは式神の蘭たちを使って協力者への呼びかけと情報を集めていました。天狗やら鬼やらと声をかけていたよな。蘭からの報告を受けたゆかりは奇妙な笑いを浮かべ、第二次月面戦争を始めることを宣言したのです。始まるわ、美しき幻想の戦い。第二次月面戦争。そしてコウマ館の主であるレミリアは、1ヶ月前にゆかりの式神であるヤクモランから月の都に侵入し、めぼしい技術を奪ってくる計画への協力を持ちかけられていました。妖怪の数が増えたからかつてのように負けることはない。あなたのような妖怪が協力してくれるなら簡単にめぼしいものを見つけてくれる、などの蘭の言葉で興味を持ったレミリアは、先に行って月を侵略し、ゆかりを驚かせる計画を始めたのです。レミリアお嬢様の計画が可愛すぎる。しかし、このことに小説版でヤクモゆかりは称賛していることがわかる描写があります。ヤクモ蘭のように知識が高くとも、想像力に欠けていることに対して注意していましたが、レミリアの子供のような考えではありますが、自力で月に行こうとする行動力と、発想力について褒めていました。宝月賞の小説版ではこの漫画では語られていない裏の部分を書いているから漫画を読んだ後に読むといいぜ。ちなみに私は小説から先に読んだので最初ちんぷんかんぷんでした。まあそうなるだろうね。パチュリーに月へ行く方法を作らせるため、昨夜に資料集めを命じると、たまたま降臨洞に資料が入荷していて、不思議と簡単に、ロケットには3段で構成された筒状のものが必要であるという情報を手に入れることができたのです。そして、ヤクモランから2ヶ月前にヨウムとユユコは吸血鬼たちが月に行くことがないように監視することの協力を持ちかけられていました。ラン曰く、間違ってレミリアラが月に行ってしまったら、ただでさえ強力な月の民を警戒させ、勝ち目がなくなってしまうからだとのこと。それほどまで月の民は強力なのか。しかしユユコは、ランも理解していないゆかりの真意を理解したのか、興味がないと言い放ったのですよ。これは計画に興味がないということではなくて、ゆかり計画の本質が分かったから興味がないってことだよな。いつもおっとりしてるユユコだけど頭のキレの速さといい、強キャラなのがわかるぜ。ちなみにヨウムに関しては訳がわからなかったので、2ヶ月間も一人でレミリアたちの監視をしていました。真面目すぎるミョンちゃん。コウマ艦のロケットは、外観はできていましたが、推進力が見つからず完成しなかったのですよ。そのため、パチュリーは昨夜に推進力となる3段の筒状の魔力を見つけてくるように命じました。パチュリーはこの宝月賞でもかなりの活躍と名言を残しているよな。この時言った名言は、月侵略にとっては小さな一歩だけど私にとっては大きな一歩だわ。おお、パチュリーかっこよすぎるぜ。マリサさんパチュリーに惚れましたか？強制的に有利展開に持っていかないで。昨夜は何のことだかわからず、レイムに相談をしに行くのですが、レイムもよくわかっていませんでした。そこへヨウムが妙音と言いながら現れました。いやそれはうちのミョンちゃん先生。ここでヨウムがユユコの助言により提案を言おうとした時に、同じ5面ボスの従者である昨夜からからかわれ、その次にレイムとマリサからもからかわれていますね。ヨウムは他のキャラと違って、幼いキャラとして描かれているからこうなっているんだよな。この時のヨウムの反応があまりにも可愛いので必見です。そしてヨウムがロケットは宇宙を飛ぶ船なので、
月や空に関するものではなく、航海に関するものを探すべきだというのです。幻想郷には海がないので、航海に関する神様を呼んでも意味がない、と霊夢が言おうとしたその時、答えが見つかったのですよ。上筒能の御事、中筒能の御事、底筒能の御事、三柱合わせて住吉さんと呼ばれる航海の神様、霊夢をロケットに乗せ、この神様の力を呼び出させることによってロケットは推進力を得ることができたのです。そして霊夢は月へ行くことに面白そうと思い始めていて、マリサもロケットに忍び込んで月に行くと言っているぞ。マリサルパンみたいでかっこいいぜ。そうかな？その頃レミリアたちは、ロケット発進の前祝いとして、昨夜が短時間で作ったヴィンテージワインを飲んでいました。レミリアってワインも飲むんだな。この時和風も取り入れたロケットのデザインについて、レミリアが私は洋風の方が良かったけどと言うと、パチュリーがオリジナルを尊重しそこにさらにオリジナリティの付加して残すのが我々魔法使いの誇りですから、と歴代屈指の長名言を残しています。パチュリーの人柄がよくわかるセリフだよな。ちなみにその年のパチュリーのおみくじの結果は末吉です。その情報いります？そして話は中華風な外観の建物が立ち並ぶ月の都へ、エイリンからの封書を渡すため、玉とは月の都を守るリーダー、渡月姉妹の宮殿を目指していました。入り口で門番と揉めているところに、海と山をつなぐ月の姫、渡月豊姫が両手に桃を抱えて落ちてきます。その時玉とは踏み潰されるんだぜ。豊姫は玉とを屋敷に招き入れると、妹の神霊のよりつく月の姫渡月より姫にたしなめられていたのです。二人は玉との話を聞くことにしたのですが、玉とからエイリンの話を聞くと、懐かしさを感じるとともに、エイリンは恩師であり、建前上月の使者のリーダーとして討伐しなければならない罪人なのですが、そのつもりはないことを玉とに話します。二人は玉とに地上に逃げた罰としてこの宮殿に住み、共に月の都を守ることを命じ、新しい名前霊仙を与えました。これは昔地上に逃げたウサギの名前です。逃げ出したというのは、今はかぐやのペットとして地上にいる霊仙うどん芸稲葉のことだぜ。霊仙がなぜ地上に逃げ出したのか気になる方はこちらを見るといいぞ。二人はこれでまた玉とを束ねるリーダーに目をつけられてしまうと、自らの甘さを感じていました。しかし、渡月姉妹には多くの人手が必要である理由があったのです。いよいよエイリンの封書を開く二人、中の手紙に書かれていたのは、というところで東方防月賞上巻は終わります。中巻でははじめエイリンと霊仙がロケットの完成度を確かめに行きます。霊仙はロケットを見てこんなロケットで月まで行けるはずがないわ、と言いますが、エイリンがほぼ完璧だわと言って衝撃を受けていました。このシーンめちゃくちゃ面白いからみんな見てほしい。そしてロケットの発射直前パーティーがコウマ館で行われます。この時超激レアなシーンが盛りだくさんで、まず霊夢が可愛いクロッチハットをかぶっていて、ゆゆ子が昔ながらの貴族が着るようなおしゃれな服装をしています。またエイリンと霊夢が直接会話する珍しいシーンがあって、霊夢がお土産を持って帰ってきてあげようかと提案しているシーンがあるんだよな。またパーティー会場ではたくさんのキャラが集い、相当頑張って描いたであろう名シーンがあります。これは一人の東宝ファンとして、防月賞を見たことない視聴者さんはぜひとも名作なので見てほしいですね。あのキャラとあのキャラが会話しているってなるよな。またレミリアのパーティー衣装がすごくおしゃれなので注目。二次創作ではあるが、ロストワードでもよく使われる衣装だぞ。パーティー後半ではゆゆ子がスパイがいたといい途中で出ていきます。その後に胸元から鬼殺しと書いた酒を取り出していますよ。色々とゆゆ子恐ろしすぎるぜ。そしてついに霊夢を乗せたレミリアのロケットが発射されるのです。登場者は霊夢、マリサ、レミリア、昨夜、メイド妖精3匹、永遠艇でロケットを見上げているエイリンたち。果たして渡月姉妹に行ったエイリンの助言とは？レミリア、霊夢、マリサたちはどうなるのか？ゆかりとゆゆ子の企みとは？後半へ続く。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。